今回はサターン星が死に際に言った一言がヤバすぎることに気づいた読者の反応集です。それではどうぞ。かなりビビった処刑されるシーン。殺されるにしても今じゃないと思った。仮にも最高権力と名乗ってんのにそうやすやすと潰していいもんなのかよ。我慢しろよイム様。中将クラスの実力者でも目の前で人がいきなり苦しんで骨になったら驚きまくる模様。誰でもビビるわこんなん。この状況はカイドウでもびっくりするだろ。でもビッグマムの魂抜くのに似ている気もするからすぐに落ち着きそう。こんなんマムや赤犬ですらビビるだろ。カイドウ何が起きてるチェラ。リンリンこれは何が起きてんだい。カイドウってことはリンリンがやってるわけじゃねえのか。カイドウじゃあ誰がやってんだこれ。何の脈絡もなく突然こうなったらビビるわ。少年誌じゃなかったらもっとエグそう。これは大将クラスでも冷や汗かいて驚くだろう。逆にこれ驚かねえやつイム様くらいだろ。これでイム様も驚いたら余計怖いわ。うわー、サターンがいきなり骨になったー。逆にビビらなかったら五老星の成り立ち知ってるってことじゃん。こんなの見たらトラウマになるわ。というかいきなりトップが死ぬって相当ショッキングでは。これが時間差で効いてくる4項麦わらのルフィの能力なのか。得られる情報量が少なすぎるせいでとんでもない勘違いが生じている。確かにこれは世界一ふざけた能力だわ。この解釈するかは置いておいて、ルフィがサターンもやったことになるのか。そういえばエッグヘッド編の衝撃ってこれか。というか下々民にこういうの見せていいんだっていうか。今回の中将筆頭に海兵さんたちかわいそすぎるやろ。海軍上層部は触れるな。察しろ案件が多すぎる。一般通貨4項のせいで限界耐性しかされるし、4項とベガパンクと巨人にバスターコール潰されるし、黒い化け物の戦いに巻き込まれかけるし、鉄の巨人が出した吐きでもろとも意識飛ばされるし発言した同僚がお怒り制裁食らうし、突如目の前のお偉いさんが尋常じゃない様子で白骨化するし五老星になんかあったら責任問題も甚だしいし、まあ踏んだり蹴ったりよね。そもそも天竜人のトップが目の前で死んだら海兵も責任取らされるし。加えて傷一つつけることが許されない最高権力者だしな。中将五老星イム様小田先生その二人は驚くなよ。キサルマジでどこいんだよ。死んだことにビビってるんじゃなく、自分たちのトップオブトップの五老星がこうなったからでしょ。イム様の存在とか知らんし、下手したら居合わせた奴らが責任取らされると思うかもしれん。爆発するとはいえマリージョアに帰った後じゃなくて突然粛清してくるの怖すぎる。今まで何食らっても立ち上がってた奴がいきなり死んだらそら驚きく。ベガパンク五老星殺害とか50億はいきそう。でもまあ麦わらの一味か誰かの能力か、で終わりじゃない。サターン星はボニーなりクマなりに倒して欲しかった。五老星の力の秘密を早く解明してほしい。イム様って本当に余計なことしかしないな。今回イム様が驚かないのは自分がやったからであってもし自分関係ないとこで似たようなことが起こったらめちゃくちゃ驚くだろうからな。相手を倒してぶっ飛ばしたりするのとは全く別の異常な現象なんだから誰だってビビるわ。驚くより責任追及されるか不安にならんかこれ。警護してる要人が目の前で変死。嫌すぎる。これを報告するの気が重いなんてレベルじゃないよ。海軍の目の前で殺す必要ある？ただでさえ不信感抱かれてるのに。処刑した時にたまたま海軍がいただけでそもそも海軍の存在すら気にしてないんだと思う。イムって言ってるのを聞いちゃってるよね中将たちが心配。殺すタイミングのご都合感はすごかった。誰か中将を裏切らせるフラグだろこれ。麦わらに罪をかぶせるなら妥当かもよ。見せしめ的なところもあるだろうな。逆らうものならこうなると。いくらなんでも短絡的でもあるが。このサターンの顛末については、ドールがソードに持ち帰る感じか。情報漏らしたり色々やらかしたりしてるけど、普通に強いし消すのもったいないように感じるけど補充が効くから処分されたのかな。だってノリでルルシア潰す人だし。替えが効かない人材だったのかもしれない。サターン星を感触で処刑しちゃったあたりよほどジョイボーイがトラウマになってるんだな。言うてもエメと科学者ゆえの好奇心で破壊しなかったり、クマとボニーの親子をずっといじめてた結果、ニカが実質二人になるとか大苦戦を犯してるしまあ殺すのもしょうがないと思う。明確な命令違反に加えて芋づる式に失態重ねてるからな見過ごされることはないわな。最高権力者って肩書きだって M 様から与えられてるものであって、コマでしかないし大体もすぐ用意できるし。前者はともかく後者はばっかに後の確執次第だろ。これに関しては今の俺たちの価値観で通じると思わない方が良い気すらする。イム様って何考えているかいまいちはっきりせんし。
今思えばやってること無残と同じやな。気に入らない行動を取ったなら身内をいとも簡単に切るところ。ギリギリ名前言えちゃってるけどもしもっとはっきり喋れてたら五老星が様付けする相手がいるということがバレて危なかったのでは。その場合はその場にいた中将を全部消すだけじゃない？中将 M 班呼べってことかな。これで流される可能性。現実でも死に際とか苦しい時に神の名や崇拝する先祖の名を言うことあるって考えたら、別にイム様って聞こえても問題ない気がするわ。というかイム様にとってのサターン星の価値が海外いくらでも聞くコマその1でしかなかったんじゃない？残しとく価値よりルフィ逃したことによる使えねえなこいつ感が上回ったから捨てただけで。イム様も海兵に対してこれくらいの気持ちありそう。人間を虫扱いしてた奴がより上位の存在に虫みたいにプチッとされる展開って風情あるよね。わしも科学者嘘はつけんぞこのセリフをメイもロボで似たようなことこっそりやらかしてたから、ベガパンクのやらかしも分かったって意味だったのかよ。イム様が思ったより気が短すぎた。200年我慢してた可能性もある。イム毎回飲み会の時唐揚げにレモンかけやがってイム靴下を毎回裏返しのまま洗濯機に入れやがってイム中身からのまま炊飯器のスイッチ入れやがって。イムジョイボーイ逃がしやがってイム買い物の時余計なお菓子カゴに入れやがってイムチコ触った手で64のコントローラー触りやがって。五老星のモデルの妖怪の中で、封印される伝承があるのは牛気だけっぽいか？オーキュリー星のやつは、なんか料理されたって話があるらしいから次はこいつかもしれんな。最高水準の強さを手に入れたらある程度の知性の低下はしょうがない。まあ最悪全員殺せばいっかっていう選択肢があると深く物事を考える必要がなくなるからな。ネロナイム星の名前は普通に世の中に知られてるんだよな。サターンだって感触と口封じで海兵殺してるし、自業自得やろ海兵よりだいぶ強い人間だし、代わりが効かない人間だけど、それはそれとしてだいぶ失敗しちゃってるからね。むしろあのタイミングで俺殺そうとしたのもかなりの失策だと思ってるんすけどね。逆に中将の前で殺した方が口止めの見せしめとしてはあり最悪殺せばいいとはいえ、世界が荒れまくってる今だと中将も必要になる。頭蓋骨が残った感じ、他の怪物が人間の姿をしてたわけではない感じかね。正直スカッとしたかな。基本仏頂面で冷や汗もかかないサターン星がこんなに取り乱してくれるなんて。結局こいつも、イムにとっては虫みたいなもんだったってのがね。さすがに勘つかれることはないだろうが、死ぬ間際にイムの名を口に出してしまってるのもうかつだなこのじいさん。むしろ中将たちがエルバフに行く気満々の方に驚いた。ここまでボロ負けして馬鹿にされても戦意喪失してないどころか本気で正義を掲げているんだと感じた。サターンの最後を目撃した中将たちは口封じで粛清されそうだな。ガーリングがすでに回して神の騎士団たちにエッグヘッドに派遣した海軍を始末するよう命じた。麦わらの攻撃が時間差で効いて死んだようにも見えるのでは。ってことは、五老星の一角を暗殺したとして懸賞金が爆上がりする展開か？まあ真実はともかく犯人に仕立て上げるなら麦わらだろうな。貸し与えてた力を吸われたって感じなのかな。仲間を殺すとか無能すぎる。